スリープフリークス講師の大鶴です。今回はセッションホーンズプロ独自機能の解説第2弾ということで、前回キースイッチの中身少し入ったところでしたので、今回は実際の打ち込みの中でキースイッチ使ってみたいと思います。で、今あえてですね、プロではないセッションホーンズ立ち上げてるんですけども、以前セッションホーンズの動画で作ったフレーズ、こちらをプロに置き換えることによってその違いを知っていただくという形で進めてみようかと思います。では一度聞いていただきましょう。はい、こんな感じでしたね。ではこれをプロに置き換えて一つ一つ見ていってみましょう。はい、まずコントロール周りの確認なんですけれども、こちらのタブを開きます。以前のセッションホーンズではベロシティスイッチ使ってましたので、あえてこのダイナミックコントロール CC11 番のエクスプレッション使ってたんですけども、今回キースイッチ使えるようになったので通常通りベロシティでいってみましょう。それからピッチホイール、こちらは以前のセッションホーンズ同様ドイトフォールオンリリースにしております。はい、ではまず最初のドイトから。はい、こんな感じの音で、もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれないですけども、若干ドイトゆっくりですよね。実はこれは前回なかったこのピッチベンド、これマックスにするとスピードが上がる、この機能がプロになって追加をされています。はい、これで聞いてみましょう。はい、このように早くドイトすると駆け上がっていくという形になってます。マックスだと早い、それ以外だと遅いという2段階あるということを覚えておいてください。次にスタッカート、いよいよ鍵盤使ったキースイッチに入っていくんですけれども、キースイッチはですねマイナス1の段にありますからかなり低いですね。なので画面の高さをちょっと縮めながらいった方がやりやすいと思います。はい、ここはもともとかなり短いスタッカートを狙ってますので、キースイッチで言ったら F-1 のこのスタッカーティシモですね、これを使っていきましょう。はい、F-1 ですね。このノートが始まる少し前に入れていきましょう。この辺に入れておきましょうか。はい、これで聞いてみます。はい、歯切れの良い音ですね。はい、これ入れとけばもちろんですね、この音伸びちゃっててもスタッカートになります。こんな感じですね。その上でもうベロシティスイッチはないですから、好きな強さにベロシティ変えていっちゃいましょう。ちょっと後ろ強めとかにしてみましょうか。はい、こんな感じですかね。では次はフォルテピアノクレッシェンドでしたので、キースイッチは D-1 ですね。ここ入れていきましょう。はい、で次もすぐ戻りますので、一旦ノンビブラートに戻して、それからスタッカーティシモですね。はい、聞いてみましょう。ちょっと強いですからね、フォルテピアノクレッシェンドが。で最後のスタッカートちょっと上げておきましょうか。はい、こんな感じで自然なんじゃないでしょうか。で次はノンビブラートに戻してそのままでもいいんですけれども、ちょっと小技入れるならばグレースから入ってみる。で次ちょっと一旦ノンビブラート戻しましょうか。戻して一番最後の音をもう一回グレースで入ってみる。はい、こんな感じで聞いてみましょう。ちょっと自然な感じになりますよね。最後長いので若干短くしてみましょうか。こんな感じですかね。でここで一個注意があって、今ピッチベンド使ったフォールで終わってますけども、これにつなげられないアーティキュレーションがあります。スタッカート系とかシェイクはもちろんなんですけども、あとフォルテピアノクレッシェンド系とマルカート系、こちらもフォールとドイトにはつなげることができません。この点は覚えておいてください。それからもう一点、何気にですね、フォールのスピードは3段階に増えています。今マックス下がってますので最速。はい、これをダウンの範囲内で真ん中より下あたりにしておくと中ぐらいのフォール、真ん中より上にすれば最も遅いフォールと、この3段階に増えてますので、この点も覚えておいてください。それでは最後にこの後半の部分にもスタッカーティシモを絡めつつベロシティ等を細かく調整して完成したものをお聞きください。
このようにセッションホーンズプロに進化して、よりリッチに、そしてよりリアルにホーンセクションの打ち込みを実現できるようになりました。お持ちの方はぜひ活用してみてください。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。